今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。8年前、俺は抜け殻だった。心身をすり減らした挙句、スズメの涙ほどの給料しかよこさない会社を辞め、文字通り何もする気が起きなかった。社会という名の巨大な歯車から弾き出され、錆びついて動けなくなったちっぽけな部品。それが俺だった。これからどうすればいいんだろうな。貯金は減る一方、再就職への意欲も湧かない。ただただ時間だけが無慈悲に過ぎていく。そんな俺にできることといえば、金のかからない散歩くらいのものだった。近所には、やたらと広い公園があった。うっそうと茂る木々、整備された芝生、季節の花が咲く花壇。だが、そんな美しい風景も、俺の灰色に染まった心には何も響かなかった。俺は、公園のベンチで虚空を眺めるだけの風景の一部になりきろうとしていたのかもしれない。そんな毎日を数ヶ月も続けていると、嫌でも目につく存在がいた。公園の奥、一番日当たりの良いベンチを縄張りにしている、みすぼらしい身なりの老人、いわゆるホームレスというやつだ。最初は、関わらないようにしていた。面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだし、何より他人に興味を持つ気力もなかった。だが毎日同じ場所ですれ違ううち、自然と会釈くらいは交わすようになった。そしてある日、俺がいつものようにベンチでため息をついていると、その老人が静かに隣に座ったのだ。それが、俺の人生を根底から揺るがすことになる、おっさんとの出会いだった。いい天気ですね。落ち着いた、穏やかな声だった。汚れたジャンパーに武将髭。そんな見た目とは裏腹に、彼の言葉遣いは驚くほど丁寧で、知性的だった。ええ、まあ、俺はそっけなく返した。だがおっさんは気にした様子もなく話を続けた。あそこの欅の木、見事な枝振りでしょう。あれは樹齢200年は超えています。江戸の世からこの場所の移り変わりをずっと見てきたんでしょうな。江戸、唐突な話に、俺は面食らった。だが、彼の話はそこから、思わぬ方向へと広がっていった。公園の歴史から始まり、この土地の地理的変遷、日本の近代史、果てはヨーロッパの王政や古代哲学まで、その知識は、そこらの大学教授も裸足で逃げ出すほどに深く、そして何より、圧倒的に面白かった。この人、一体何者なんだ。疑念はすぐに好奇心へと変わった。家に帰って、彼が話していた内容を何気なくインターネットで検索してみる。すると、マイナーな歴史上の出来事も、難解な経済理論も、すべてが寸分の狂いもなく事実だと分かった。それからだった。俺が公園に通う目的が、単なる時間潰しから、おっさんに会うことへと変わったのは、彼は、俺にとって最高の教師であり、唯一の話し相手だった。俺は彼との対話に救いを求めていたのかもしれない。空っぽだった俺の心は、彼がくれる知識と物語で、少しずつ満たされていった。季節は夏を越え、肌寒い秋風が吹くようになった。出会って、半年が経とうとしていた。その日、俺は少しばかりの感謝を示したくて、なけなしの金で安物のワインと、数種類のチーズを買って公園へ向かった。おっさんは最初恐縮していたが、やがて顔をほころばせて、それを受け取ってくれた。これは、驚きました。かたじけない。いや、いつも面白い話を聞かせてもらってるんで、そのお礼ですよ。俺たちは、夕暮れの公園でささやかな宴を開いた。おっさんは、ワインを一口含むと、懐かしそうに目を細めた。ボルドーの香りだ。若いですが、しっかりとした骨格がある。昔、仕事でよくフランスへ行きました。一面のブドウ場だけが夕日に照らされて金色に輝く光景は今でも忘れられません。フランスへ、仕事で、彼の過去に、また一つ興味が湧いた。だが、俺はそれを聞かないのが礼儀だと思っていた。彼が今の境遇に至ったのには、きっと他人が軽々しく踏み込んではいけない深い事情があるのだろう。
他愛もない話で、時間はあっという間に過ぎていった。ワインのボトルが空に近づき、空には一番星が瞬き始める。そろそろお開きか、と思った。その時だった。唐突に、おっさんの表情から一切の感情が消え失せた。さっきまでの穏やかな紳士の顔ではない。まるで、能面のように冷たく、硬質な何かに変わっていた。ぞくりと背筋に悪感が走る。夕暮れの冷気とは質の違う、内側から凍てつくような感覚。おっさんは、じっと俺の目を見つめて、静かに口を開いた。シュン君、君は優しい人だ。いえ、別にそんなことないですよ。唐突な言葉に、俺は戸惑いながら答える。いや、君は誰とでも分け隔てなく接することができる。私がこのような格好をしていても、君は何の偏見も持たずに話をしてくれた。これは誰もができることじゃない。違いますよ。おっさんだからこうして話ができるだけです。博識で話が面白いから、誰とでもは無理ですよ。うん。でも君は、君が思っている以上に人に偏見がない。それはとても尊いことだ。私は君のそういうところがとても気に入っているんだ。彼の声は平坦で、抑揚がなかった。それが逆に、有無を言わせぬような重みを持っていた。まあ、よくわかりませんけど、ありがとうございました。君のおかげで、私も久しぶりに人間らしい心のある会話ができた。本当に感謝している。だからお礼がしたい。これから私が言うことを、どうか真面目に聞いてくれるかな。いや、そんな、されるほどのことなんて。でも、話なら聞きますよ。俺はまだ、この後の会話が持つ本当の意味を、全く理解していなかった。それは、呪いにも似た、運命の宣告だったのだ。おっさんは、一度目を伏せ、何か重いものを吐き出すかのように、ゆっくりと息をついた。そして、再び俺の目を見ると、こう切り出した。単刀直入に言おう。私には未来が見える。何を言っているんだこの人は。ワインによって、おかしなことを口走っているのだろうか。俺のそんな考えを見透かしたかのように、おっさんは静かに続けた。もちろん、信じられないだろう。だが、聞いてほしい。私に見えるのは、ぼんやりとしたイメージ映像のようなものだ。どこで、いつ、誰がどうなるといった正確なものではない。だが、大きな事象、例えば、大災害や戦争のようなものは、凄惨な映像として、不意に頭の中に流れ込んでくる。彼の目は、冗談を言っているようには見えなかった。その瞳の奥には、常人には計り知れない、深い絶望と疲労の色が浮かんでいた。その事象が近づくにつれて、映像はより鮮明になってくる。その鮮明さで、おおよその時期がわかるんだ。もっとも、ずれることもあるがね。この能力のせいで、私は全てを失った。家族も、仕事も、社会的地位も、未来を知るということは、決して幸福なことではないのだよ。声には、かすかな震えが混じっていた。彼が背負ってきたものの重さが、その震えから伝わってくるようだった。まず君自身の未来について話そう。これは比較的はっきりと見えている。国利と俺は唾を飲んだ。信じる信じないは別として、彼の言葉には無視できない何かがあった。君は間もなく、就職できる。早ければ今月中だ。トントン拍子に話が進むだろう。昼食。この俺が何社受けてもダメだったのに。今更そんな都合のいい話があるものか。しかし、その仕事は長くは続かない。いずれ離職することになる。覚えておきなさい。時には見切りも必要だということを。次に結婚。君は近いうちに結婚する。おそらく2年以内だ。結婚。いやいや、ありえないですよ。彼女すらいないのに。俺は思わず笑ってしまった。あまりにも非現実的だ。だが、おっさんは笑わなかった。
だがその結婚も終わりを迎える。離婚することになるだろう。そして来年、君は手を怪我する。おそらく骨が折れるほどの淡々と告げられる俺の未来。昼食、離職、結婚、離婚、怪我。まるで、俺という人間の人生のあらすじを読み上げられているかのようだった。不気味で、薄気味悪くて、俺は反論する言葉も見つからなかった。次に、これは君だけではない。この国に起こることだ。おっさんの声のトーンが一段低くなった。彼の視線は、俺を通り越し、その先の暗い闇を見つめているようだった。1年以内に大きな列車事故が起きる。私が見た映像は凄惨だった。鉄の塊が雨のようにひしゃげ折り重なっている。死者の数は10や20では済まないだろ列車事故。う。そして10年以内、巨大な地震がこの国を襲う。問題はその後に来る津波だ。黒い壁だ。すべてを飲み込み洗い流していく。巨大な黒い水の壁が見える。場所までは特定できない。だが沿岸の町が丸ごと消えてなくなっていた。千葉か、あるいは静岡かもしれん。彼の言葉は、もはや予言ではなかった。実際に見てきた光景を語る証言者のそれだった。俺は、彼の口から紡がれる最悪のビジョンに、ただただ圧倒されていた。最後に。これは最も遠い未来だ。だが確実に近づいている。30年以内にこの日本で戦争が起こる。戦争。その単語が、やけに現実味なく響いた。大きな海戦だ。炎に包まれた海。空を覆う黒煙。鉄の船が次々と暗い海の底へと沈んでいく映像が見える。相手は中国か、あるいはロシアか。そこまではわからない。だが多くの若者が命を落とすことになるだろそこまで語ると、おっさんは大きく息を吐き、がっくりと肩を落とした。まるで、全身のエネルギーを使い果たしてしまったかのようだった。う。以上だ。これが私から君へのお礼だ。信じるも信じないも君の自由だ。ただ、頭の片隅にでも置いておいてくれ。ワインの酔いは、とっくに冷めていた。公園の冷たい空気が、やけに肌にまとわりつく。俺は何と返事をすればいいのかわからず、ただ黙ってうなずくことしかできなかった。これがお礼だと。冗談じゃない。これは呪いだ。俺の未来と、この国の未来にかけられた、解くことのできない呪いだ。その日を境に、俺とおっさんの間の空気は、どこか、ぎこちないものになってしまった。おっさんの予言から、1ヶ月も経たないうちに、最初の歯車が噛み合った。ハローワークで紹介された会社に、本当にトントン拍子で就職が決まったのだ。あれだけ苦労したのが嘘のように、まさか、本当に、あの人の言った通りに、偶然だ、と自分に言い聞かせた。だが、心の中に生まれた小さな疑念のシミは、確実に広がっていく。入社してすぐに、俺は直属の上司に目をつけられた。理不尽な叱責、陰湿な嫌がらせ。それは日に日にエスカレートし、俺は3ヶ月で完全に心を病んでしまった。体重は10キロ落ち、夜も眠れず、駅のホームに立つと、ふと吸い込まれそうになる。離職する。見切りも必要。おっさんの言葉が、悪魔の囁きのように頭の中で反響する。やめてしまえば楽になれる。あの人の言った通りなんだ。これが俺の運命なんだ。何度も退職届を懐に忍ばせた。だがその度に、無職だった頃のあのどうしようもない絶望感と無力感が蘇る。冗談じゃない。俺の人生を、あんな得体の知れない予言に決められてたまるか。俺は、意地になって耐えた。石にかじりつくように、どんなに罵倒されても、どんなに惨めな思いをしても、会社にしがみついた。運命に抗う。生まれて初めての戦いだったのかもしれない。すると、奇跡が起きた。俺を目の敵にしていた上司が、急な人事異動で、地方へ転勤になったのだ。嵐は過ぎ去った。俺は、
運命に勝った。そう思った。離職するという予言は外れたのだ。ほんの少しだけ俺は未来への希望を取り戻した気がした。だが、運命の歯車は俺のささやかな抵抗を嘲笑うかのように無慈悲に回転を続けていく。上司がいなくなってから1年後、会社の同僚たちに半ば強引にセッティングされた見合いで出会った女性と、あれよあれよという間に話が進み、結婚した。当時彼女もいなかった俺が、1年で結婚。おっさんの2年以内に結婚するという予言は、的中した。そして、結婚式の直後、二次会の帰りによって階段から転げ落ち、右手の甲を複雑骨折した。ギプスで固められた自分の手を見ながら、俺は血の気が引いていくのを感じた。来年、手を怪我する。これもまた、予言通りだった。怖い。偶然では、もはや説明がつかない。俺の人生は、見えないレールの上を走らされているだけなのではないか。自分の意志で選択しているつもりが、すべては決められた筋書き通りなのではないか。得体の知れない閉塞感が、鉄の枷のように俺の心に重くのしかかった。そして、離婚。結婚から3年後、妻の浮気が発覚した。あっけない幕切れだった。おっさんの予言がまた一つ、現実のものとなった。なぜだ？なぜ？俺の人生はこうなるんだ。もはや、抵抗する気力もなかった。おっさんの予言は絶対なのだ。抗おうとすればするほど、より巧妙な形で予言通りの結末に収束させられる。俺は、運命という名の脚本家が書いた戯曲を演じる、哀れな操り人形に過ぎないのだ。個人の運命だけではない。おっさんが語った、より大きな最悪もまた、現実世界を侵食し始めていた。2005年4月25日、テレビから流れてきた臨時ニュースに、俺は凍りついた。JR 福知山線で起きた、脱線事故。電車がマンションに突き刺さった。信じられないような映像。発表される死傷者の数は、時間とともに増えていく。最終的に、100名を超える命が失われた。鉄の塊が雨のようにひしゃげ、死者の数は10や20では済まない。おっさんの言葉が耳の奥で蘇る。あの日の感情のない冷たい声。俺はテレビの前でただ震えることしかできなかった。あの予言を聞いたとき、なぜもっと真剣に受け止めなかったのか。いや、どうしようもなかった。俺に何ができた。事故が起きると叫んでも、頭のおかしいやつだと思われるだけだ。そして、あの日から7年後、2011年3月11日、経験したことのない長い大きな揺れ、鳴り響く警報、そしてテレビに映し出された悪夢のような光景。黒い壁だ。すべてを飲み込み、洗い流していく。巨大な黒い水の壁。それは、まさにおっさんが語った通りの光景だった。黒い津波が街を、家を、車を、そして人々を、まるでミニチュアのように飲み込んでいく。現実とは思えなかった。だが、それは紛れもない現実だった。俺は、この国を襲った未曾有の大災害を7年も前から知っていたのだ。知っていて、何もできなかった。その無力感と罪悪感が、鉛のように俺の心に沈殿していく。あの人は、こんな光景をずっと見てきたのか。凄惨な未来のビジョンに、一人で苛まれ続けてきたのか。だから、あんなにも疲弊し、絶望した目をしていたのか。彼のこの能力のせいで、全てを失ったという言葉の意味が、今なら痛いほどわかる。未来を知ることは、祝福などではない。それは、魂を蝕む、終わりのない地獄だ。おっさんは、予言を告げた翌年の春、忽然と公園から姿を消した。就職してからの俺は、平日は終電帰り、土日も出勤という生活で、公園からすっかり足が遠のいていた。上司のパワハラで精神的に追い詰められていたこともあり、おっさんに会いに行く余裕もなかったのだ。それでも、時々時間ができると、彼の顔を見に、公園へ足を運んだ。たわいもない話をする。あの穏やかな時間が、
俺にとっては唯一の救いだった。だがある日、1ヶ月ぶりに訪れた公園は、満開の桜で、花見客でごった返していた。なのにおっさんがいつもいたはずの、あの日当たりの良いベンチだけが、ぽっかりと空いていた。荷物も、寝床にしていた段ボールも、何もかもが綺麗になくなっていた。まるで、最初から誰もいなかったかのように。他のホームレスに聞いても、誰も彼の行方を知らなかった。行政が強制的に排除したという話も聞かない。本当に、煙のように消えてしまったのだ。今、おっさんはどこでどうしているのだろうか。あの人柄だ。どこかで、また誰かと知的な会話を交わしているだろうか。それとも、また次の最悪のビジョンに、一人で苦しんでいるのだろうか。小綺麗にすれば、白髪の似合う英国風の真自然とした、素敵な人だった。一度でいいから、もう一度会って話がしたい。そして聞きたい。離職するという予言が外れたのは、なぜなのか。あれは、俺が運命に抗って勝ち取った、唯一の勝利だったのだろうか。それとも、もっと恐ろしい意味があるのだろうか。例えば、まだその時ではないというだけの、猶予期間に過ぎないのではないか。と、最近、テレビやネットのニュースがやけに騒がしい。隣国との間で、領土をめぐる緊張が高まっているという。軍事的な挑発、きな臭い駆け引き。そのニュースを見るたびに、俺の心臓は嫌な音を立てて脈打つ。30年以内に、この日本で戦争が起こる。あの予言から、8年が経った。残された時間は、あと22年。あるいは、もっと短いのかもしれない。炎に包まれた海。鉄の船が、次々と暗い海の底へと沈んでいく。あの日の、おっさんの冷たい声が、脳裏から離れない。俺は、あの予言の、最後の目撃者だ。そして、その結末が訪れるのを、ただ待つことしかできない、無力な観測者に過ぎない。未来を知ってしまった男の、この閉塞感に満ちた物語。それは、まだ終わっていない。最後のページがめくられるその日まで、俺はこの呪いと共に、生きていくしかないのだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。少し、怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ、応援いただけると励みになります。それでは、おやすみなさい。どうか良い夢を。